こんにちは、ずんだもんです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今回ご紹介するスレッドはこちらです。死神を見たことがある人。死神というと大きな鎌、黒いローブのイメージがありますが、これは西洋っぽいですよね。日本の死神はというわけでウィキペディア様で調べてみました。人間を死にたくさせる魔物で、これに疲れると衝動的にチピーしたくなるなどと言われ、死神と説明されることがある。奇談集絵本百物語には死神の名の奇談があるが、これは悪念を持つ死者の気が聖者の悪念に呼応してそのものを悪しきところに導くものとされ、これにより P 人のあった場所では同様の事件が起き、首吊り GP のあった場所ではまた同じ GP があるなど、人間に P にたくなるように仕向けるつきもののようなものとの記述がありまして、日本の死神がやばい怖いですね。さらに死神に近いつきものとして詳細されているのが、生き、いつき、悪念を持ったまま死んだ者の霊が同様に悪念を持った者を首ピーリなどに合わせようとしているもの。七人岬、最大や事故、特に海でピーした人間の死を、その名の通り常に7人組で、主に海や川などの水辺に現れるとされる。民間伝承も合わせて記述されていたのですが、それが静岡県浜松地方では山や海または鉄道で人がピンだ場所へ行くと死神の鳥ふという、そのような場所でのピシャには死に番というものがあり、次のピシャが出ない限りいくら供養されても浮かばれないので、後から来る聖者が死者に招かれると言われている。スレッドを見る前から恐怖してしまいましたが、本番はここからですよ。お待たせしました。死神を見たことがある人スレスタートします。今まで生きてきて死神を見たことがある人大歓迎。ちなみに私は見たことないです。見たことある人はその時のことを詳しく教えていただければと。病院で黒い人影のような死神は見たことあるな。黒一色で顔とかはない。俺も病院のガラスに映ってるのを見た。漫画とかに出てくるイメージそのままだったよ。多分本当にいるんだと思う。死神って空飛んだりするかな？飛ぶ？瞬間移動的な雰囲気じゃね？さっと出てふっと消えたり、あとは浮遊してたりうろうろと獲物探しとか？ふわっと身軽な感じで瞬時に移動してくる。でもいきなり近く来てきても驚かない。なんとなく来るのがわかるから。あと、獲物を探しているというのは間違い。黒い服装の男女の老人の姿で二人まとめてきたけど、名前を呼んでくるから返事をしちゃいけない。ということは獲物を探しているのではなく、決まっているのかと。間違いって決めるなよ。それぞれ違うんじゃないのか。アウトローなやつとか、人間寄りなやつとか、同情しちゃうやつとか。俺昔から入院とかよくして病院にいたことが多かった。喘息の発作が起きて意識飛びそうって時だよ。集中治療室に運ばれてくベッドを取り囲む家族、その中に知らない奴がいたんだよ。ただの傍観者だったか知らないけど直感で死神かなって思った。みんな走ってるから体動いてるけど、そいつだけ無動。空中を吸う、と走るようにベッドについてきてた。年は14、5歳の髪が薄い金色、顔立ちは日本人だった。すごく微笑ましい表情してたからさ、発作中なのに落ち着いたよ。俺は今、なんとか生きてます。死神かなそれってもしや神とか何かかな？いい話を聞いた気分だ。こっちとしちゃあんま良くない気持ちがした。その子と目が合ってる時はなんか違った。家族の呼びかけとか全く聞こえないしさ。自分の心臓の音とうまく循環しない自分の呼吸の音しか聞こえなかったし。そうなんだやっぱ死神だったのかな。いろんな人が死神見てるけど姿って人によって違うのかもね。年齢は子供から老人まで色々いそうだけど、どの死神も美形だろうなという、イメージがなんとなくある。私も入院した時に見たよ。団体部屋で一部屋に6人分ベッドがあって、私含めて4人がその部屋に入院してた。夜型人間の私は10時消灯になれず、いつもベッドでイヤホンしてラジオ聞いてた。ある夜、3時ぐらいにラジオ聞いてると、私のベッドを囲ってるカーテンが風で揺れて、誰か窓開けたのかなと思い、カーテンの隙間から窓の方見たら、新全身黒つうか、影みたいな人がある人のベッドを覗き込んでた。見た瞬間に人ではないと思った。だって身長が2メートル以上ある感じだったし、部屋には常に非常灯緑色がついてて薄明るいのに、その人の外角はすごくぼんやりしていて、焦点が合わなかったし、とりあえず怖かった。
怖い。やっぱ私がイメージしてる死神とは違うみたいですね。全身黒いのが死神なんでしょうか？死神って病院にしか現れないんでしょうか？女の人。髪の黒くて長い女の人。白い服着て顔は覚えていない。見た1週間以内には知り合いがバタバタとピーンで行った。人だけじゃなくて動物ペットも。最近見なくなってほっとしてたら、学校のトイレの鏡ちょうどトイレから出た時に黒い髪の毛映ってて、友達かなと思ったらそこには誰もいなくて、とても怖いです。多分それは幽霊とかに分類されると思うよ。誰だったか忘れたけど男性有名人の話で、お母さんが病気で入院してる時に彼が付き添っていて、夜中にふと目を覚ましたら病室の隅に黒子みたいな奴がいて、そいつを母親を迎えに来た死神だと思った彼が、まだ死なせないでください、せめてあと2年待ってくださいってお願いしたらいなくなったと。で、お母さんはその時はピーナズに生きながらいて、ちょうど2年後に亡くなったと。そんな話をどこかのスレで読んだよ。淀川長春。昔の彼女がすでに2人亡くなったオイラはある意味死神。一人自 P、一人病 P。まあ、なんだ、元気出せよ。俺も友人が数人、あっちの世界に行ってしまったが。霊感の強い友人が昔高速道路のサービスエリアで撮った写真を現像したら、死神が何人も写ってたって。みんな黒いマントに大きな鎌を持ってたらしい。その写真あまりにも怖かったので供養してもらったって。少し前誰か忘れたが芸人さんがテレビで言ってた。交通事故現場に遭遇した時、路上に倒れてる人の頭に死神が足をかけて、鎌を振り下ろす瞬間を見てしまったって。死神に最後を見取られるのはむしろ幸運らしいよ。刈り取った魂を無事にあの世に送るのが死神の仕事なんだって。でかい水槽がある公園で愛犬と水槽の裏に座って休憩してたら水槽越しにいた。顔が骸骨で黒いマント、まさにタロットカードに出てくるような、って思って立ち上がって見に行ったら消えてた。その愛犬は、その晩にピーにました。あの死神は私を迎えに来たのかな？代わりに私の犬を連れてったのかな？本当の意味は言えない。素晴らしい犬だな。ご冥福を祈る。マジレスしようと思ったが、思い出したら悲しくなったからやめた。俺の知人が死神見て数日後に死んだって話をしようと思ったんだけど、詳しくは書かないけどごめん。悲しいことは思い出さない方がよい。お前優しいな。スレ主にいい情報集まりますように。でもなんでスレ主は死神の話聞きたいんだろ？死神の話って本当かでもあんまり聞かない気がするし、本当にいるのかなと思ってな。気にすると寄ってくるぞ。江戸時代の能登の国で、ビーンでから生き返った男がいて、それ以降それが見えてなくなる人がわかるようになったそうだ。男はそれを、死人棒と言ったらしい。お寺の、江戸時代過去帳に記されてる不思議な話。今風呂入ってきたんだけど、このスレ思い出したら怖かった。そういえば聞いた情報。カラスが死神の手下って本当なのかな？何か神様の手下？とも聞いたことあるような。カラスが不吉だの黒猫が悪いだのコウモリがってのは全部人間の勝手な妄想だから気にすんな。奴らはそんなもん気にせず日々を生きてるぞ。ですよね。ありがとうございました。死神とは少し違うけど、私の見たのを、うちのばあ様が亡くなる前の夜、車運転してたら、橋のたもとの街灯の下に何やら動くものが、裸足の足、ふくらはぎから下だけが歩いてた。翌年、嫁さんのお父さんが亡くなる前の夜も、同じ場所で裸足の足を見た。その時には嫁さんも目撃してる。これも死神の類なのかな？私の親戚もですね、おばあさんが亡くなる前の日、普通に歩いてたら足掴まれたそうなんですよ。死神、関係あるんでしょうか？おぎやはぎのどっちかが見たことあるって、テレビで言ってたよ。親戚の通夜が終わって静まり返った仏間に、ぼんやりと死神らしきものを見ました。棺桶のそばに佇むそれは、黒い服に白くて長い髪の毛、男女どちらかわからないがとても綺麗な顔で、口元が真っ赤だった。怖いのと綺麗なのと、不思議な気分で眺めていたのを覚えてます。私には死神？吸血鬼？という感じでしたが。今までに3人の人から同じような、目撃談を聞いたことがある。みんな黒い帽子に黒いマントの人を見かけたって話なんだけど、その3人はそれぞれ面識もない。全然知らない同士。その黒い帽子の人は、普通よりすごく背が大きいか小さいかなのだ。ふと関係があるかは不明なのだが、なんか不吉な感じを受けたのでここに書いてみた。夢で死神に会ったことある。砂漠みたいな荒野で、アフリカの呪術の面みたいな顔した奴がお前はこれからピヌみたいなこと俺に言うんで、待ってくれと。やらにゃいかんこともあるから勘弁してと言ったら、あっさりじゃあまた来るわみたいな雰囲気で、去っていったところで目が覚めた。うちが火事の真っ最中でしたわら。わらわら、あと一歩で焼けピヌわらわらわら。俺も夢で見たことある。
辺りには何もない草原の中をテクテク歩いていくと、綺麗な骸骨が横たわっていた。夢はいつもここで終わっていた。しかし、何ヶ月か経っていつもの夢か、と思って骸骨を見てると突然立ち上がり、私に何か喋ってるのだが、音は聞こえない。それから数日後、祖父が急死した。今でもあれは怠け者の死神だったと思う。あと、昔のスレ見てて思ったんだが死神って、一応神の仲間になるんで塩やお札、聖水なんかは効かないらしいね。キリスト教ではサリエルって天使が起源らしいが。ピヌ前には死神に会うって言うけど、世界中でピヌ人間の数考えると、死神の数って足りるのか？かなりの人数でも救出や残業とか大変だろうな。死神に迎えに来てもらえなかった人が、浮遊霊やら自爆霊になるのかね。死神ってマジでみんなの想像してるような姿らしいね。マントにでかい鎌持ってるって聞いたことある。頭蓋骨引き抜くんだっけか？夢と言い切っていいのか多分、死神だと思うものを見ました。私の体験談です。ある日の午後の話なんですが、休みの日、ついついうたた寝をしてしまったその時の話です。夢の中のような金縛りにあって実際に意識だけがあるようなそんな感じの感覚の時に見たもので、気がつくと私の足元に、赤い服の女と黒いフード付きのコートを着た男が立っていて、その黒い服の方の男は、フードを深々と被っていてゲームの中に出てくるような大きな鎌を持っていました。で、女が私の足を引っ張るんですが、なんだか自分が体の中から抜けるというか、肉体の足を引っ張るというより、なんか別のものだけど私自身、みたいなものを引っ張ってる感じがして、あんまり、ぐいぐい引っ張られるもんだから、途中からよくわからないのですが、自分が抜けるっていうような変な感覚がして、その次に抜けたら死ぬとか思って、どこにしがみついてるか、わからないけれど、もうダメと思った時に男が一歩踏み出て、大きな鎌を振り下ろす格好をして、間一髪その時に女が間違えたと一言言いました。すると、男が鎌をスーッと下ろしてその後私は飛び起きたのですが、足元には誰もいなくて何が何だか、とにかく変な体験でした。で、なぜ、死神と思ったかというと、その日の夕方、近所のおばあさんが亡くなったんです。間違えたってことは近所のおばあさんを、間違ったってことかな。それはまさしく死神かもな。いいことじゃないけど私も死神って見てみたい。死神が間違えた話多くない？そんなしょっちゅう間違えてていいの？自分が死ぬ時に死神って見えるのかもな。死神に入るのか、灰色のマリアはバッチリ見た。見た瞬間マリアっぽいのにやべえと一目で思った。じっと、とあるものを見ていたが、そいつはまだ無事。だが、夢診断か何かの本で、死神よりまずい暗示とか書いてあった気がとりあえず、こっちが見られているんじゃなくてよかった。私には見えなかったけど、今からちょうど15年前、当時は寝たきりの祖母と一緒に暮らしてました。ある日の夜、自分はそろそろ寝ようと思い、トイレに行き祖母に、お休みを言おうと様子を見たら、何やら必死で叫んでいたので、慌てて祖母の部屋へ行きました。祖母は介護用のベッドに寝て、何かを追い払うように手を振りながら帰れこっちに来るな。まだ行きたくない。などと叫んでいました。誰もいない部屋で。私がおばあちゃん、どうしたの？と声をかけると、当時かなりの地方症だった祖母が私の手を握り、はっきりとした意識で、まるまる私は寝相が悪いから、ちゃんと布団をかけて寝るんだよ。と言って笑ったんですね。その時の祖母は、地方でわけがわからなくなっている祖母では、なかったように感じました。私はじゃあね、おばあちゃんおやすみ、といつものように挨拶をして自室に戻りました。翌日、朝もまだ早い時間、父親の、おばあちゃんが死んでる、という声で目が覚めました。今思えば、祖母は死神を追い払っていたのかなと思います。独身時代の話。風邪で、後で病院行ったら肺炎なりかけだったらしい。寝込んでいたらベッドの脇に黒い影が。あ、やべえなぁとなんとなく思ったが熱で体が思うように動かない。で、俺何思ったのかたまたま寝る前に食っていた、うまかたくあん。漬物が手の届く位置にあるテーブルの上に置いてあったから、手を伸ばしてとっさにもりもり食べたんだわ。なんか黒い影そのまんま消えちゃったんだな。直感的に死神だと思ったんだけど結局何だったんだろうかあれ。後で知ったんだけど死神ってお金やったら寿命伸ばしてくれたりとか、泣いて頼んだらやっぱ寿命少しだけ伸ばしてくれるとか、結構いいやつらしい。その本には、うまいもん食ってたら仕事せず帰る、とあった。うまいもんか。俺のうまいもんはたくあんだったのか。死神よりむしろ貧乏神がどっか行けやと思ったね。たくあんもりもりに笑った。食べるって大事なんだな。死神とは違うかもしれないが、生き量やら、同年齢が殺そうと迫ってくるときは、生きる気持ちが最大のバリアらしい。食欲が一番の防御らしい。食べてる間は近づけなくなるってさ。霊感のある友達が見たことあるらしい。そいつは男なんだけど仮にケイとするけど、ベランダで洗濯物を干してたら、突然金縛りにあったらしい。
うわ、やべえ、と思ったんだけど動けない。どうしよう、と思ってたらベランダの外からにゅ、と出てきたのね、そいつが。マンションの6階だから普通の人間は絶対覗けない。姿形はまさしく死神、って感じなんだと。骸骨で、黒のマントで、鎌持っててね。K は、怖くて怖くてどうしようかと思ったんだけど、動けないでしょ。金縛りだから。そしたら死神はスーッと近づいてきて、5センチくらいの距離でずっとまじまじと顔を見て、ボソ、こいつは違うって言って、すっと上に登っていったらしい。そんでやっと金縛りが解けたんだと。夢かなと K も思ったんだけど、次の日、上の階が朝からバタバタ騒がしくて、ちょうど、K の部屋の上の住人が昨日亡くなった、と誰かに教えてもらったって。時間も、ちょうど K が金縛りにあったすぐ後ぐらいだったんだって。これも間違えた、っていうのに入るのかな？死神様は突然、人が亡くなる時に上の方から、降りていらっしゃいます。そして、しばらくの間はその場に立ち会われます。そのお姿は黒いフェルトの生地のようにもわもわっとした感じでした。降臨された時は吐きそうなくらい、気分がめいったりめまいなどもします。今インフルエンザで死にそうなんだけど、そんな時に限って部屋中でラップ音がする。抵抗する気力もないのに、死神見れるかも。小学生くらいの時に学校で見た、すごい高速移動。どのくらいかっていうと瞬きする間に左右のドアを瞬時に移動してた。誰かが書いてた黒いフードか紙で逆立ってるのか微妙な感じ。頭蓋骨の頭で目の当たりが深い黒、高い笑い声でカタカタ鳴っている感じ。そいつが俺の教室に来る前から、なんかヤバいものがいるってわかった。なぜかっていうと嫌な感じの高い笑い声と、自分の体の変化で鳥肌になる。背筋が寒くて冷えて震えてた。隣の女の子に今のなんで骸骨なんだろうって俺が話した瞬間にクラス中で騒ぎ出したり泣き出したり。これ20年以上前の話なんだけど忘れられない。死神見た人こんなにいるとはな。そういえば死神って、人が死ぬのを迎えに来るんですよね。何かふと思い出したんですがフランダースの犬だったかで、最後にパトラッシュとネロが力尽きた時に、上の方から天使来ませんでした？あれはまた死神と違う類ですよね。いくらなんでも。死を司っていたり命を運ぶ霊的なものは、死神とか言ってもよくないか？その点ならネロタンとパトラッシュを連れて行ったのも、天使ではあるが死神として働いた、というのもありじゃね？なんか天使は、優しくて清らかなイメージだけど死神は、怖くて邪悪なイメージない？別に邪悪ではないと思うんだけど、そこのとこどうなんだろう？死神は死ぬ人を導く役割をしているから、無差別に殺したりはしなそうだよね。前にシャレコアで読んだんだが、死神が見える姉ちゃんの話があった。その姉ちゃん曰く、死神はその町にしばらく滞在する。黒い紳士。夜に現れうまい話をして勧誘してくる。勧誘に乗ると死神に連れてかれる。連れてかれた人たちは死神の後ろをついていく。永遠かな？実際に死神見たわけじゃないが、死神の草刈り場みたいなところに居合わせたことがある。昔新聞配達していた頃に、ある地区の一軒の家に提灯御用盗が建った。どうもこの家の、年寄りがピンだらしい。ところがその後、近所のあちこちの家に、提灯御用盗が建ち始める。月3から5件のペースでだ。これが約3ヶ月続いた。終わり頃になると、その近所のお寺の後継ぎ息子が事故で死んだ。その地域一角だけまるで死神の収穫期みたいに葬式が続いた薄気味悪い現象だった。うちのばあさんが死んだ時も、町内ブロックで立て続けに3人くらい亡くなった。やっぱりどこでもあるもんなのかな？それ私もそんな感じのあった気がする。でも死神と関係あんのかなって思ってたけど、小1の時、友達の家の近くの一本道でその月、たくさん人が亡くなったんです。その道だけですが、友達が気持ち悪いよなここだけ、って言ってたの覚えてるな。これって死神関係あんのかな？この現象は結構あるようで、お寺の住職の奥様から聞いた話だと、とある村で、村の世帯数は100世帯弱なのですが、ある年、1年のうちになんと23世帯の家で、何らかの葬式が出たそうです。逆に、とある町の地区では古いお寺を壊し新築し、とある年の初めに落成したのですが、それまで月1から2件くらい出ていた葬式が、お寺が落成してから来たりと止まり、年が明けるまで、1件も葬式が出なかったそうです。どうもすれないにも書いてありましたが、死神はある程度滞在し、寿命が規定値まで来ている人間を、飼っているのかもしれません。寿命が規定値に達してないのに偶発的に、死ぬケースもあるのかもしれません。傭兵やってた親類が、目の前までマシンガンの着弾が来た時に死神を見たそうだ。なんでも母親と兄弟が急に現れて手を振っていたらしい。彼曰くそれが死神だそうだ。結局彼はその時肩を負傷して傭兵を辞めた。私は、看護師をしていますが、今まで2回ほど死神らしき人を見ました。私は、家族かと思い、こんにちは。
ご苦労様です、と挨拶して顔を上げたら、誰もいなかったよ。それが座っていた部屋の患者さんは、その日のうちに亡くなりました。家族かと思い、ってことは普通の人間に、見えたんですよね。皆が皆違うことを言うのですが、死神の種類ってあるんでしょうかね。病院って死神の住処なんでしょうかね。わしが高校生だった頃、2階の自分の部屋に上がろうと茶の間から廊下に出た時、ふと玄関が気になった。肉眼では誰もいない。だけど、もう一つ目があるように人がいた。黒い長い髪に白い着物ののっぺらぼうの女だった。姿自体は20代くらいで若いけど、魂は古いものだと感じた。何度瞬きしても見える。別に怖くはなかった。しかし、いるのだ。なんか見えるよ、と思いつつ、ギシギシと見なかったことにしたわしは階段へと向かった。しかし、そこには別の者がいた。若い男の霊で、当時高校生のわしから見て、一昔前くらいの格好をした20前後くらいの新しい霊だと感じた。いくらなんでも2体同時はおかしいので、わしは茶の間に戻って母親に、どうしよう、わしおかしくなったかもしれんと見えたことを母親に話した。母親もたまに見る人なので、否定はされなかったけど、母には見えないらしく、気にせずに寝ろと言われた。しかしながら、階段にはまだ若い男の霊がいる。やだなと思いつつも男の霊を突っ切ってその夜わしは寝た。次の日にはもうそいつらは見えなかった。気のせいだったかと思いつつ朝母親に会うと、あんた、昨日幽霊2人見えるって言ってたよねと言ってきた。いや、多分気のせい。もう見えないしと言うと、朝お茶入れようと思ったら急須がないの。変だと思ってばあちゃんに聞いたら、ばあちゃんの部屋にあったんだけど、湯飲みが3つあって、それぞれにお茶が入ってたんだよね。ばあちゃんは入れた覚えがないって。みんなが起きていた昨日の夜の段階では、急須は台所にあり、祖母はお茶を部屋に、3杯も持って行っていなかった。不思議に思いつつも、1ヶ月後、祖母は突然他界した。その時母とわしは、あの霊がお迎えだったんだねと妙に納得したのだった。死神って骸骨とか私たちが想像してるのとは違うのもあるのかもしれませんね。ということはもしそうだとすればその2体の霊が死神だったのかも。具体的なもんじゃなくてすまんせん。数年前に、直感的に死神と思ったことがあったので、とりあえず書いてみます。仕事帰り、白母の時間に駅からの道を歩いておりました。商店街のバス通り歩道ありの、歩道を歩いていたのです。そしたら車道部分に、黒いソフト帽、白ワイシャツに黒ネクタイ、黒スーツ、ある意味モッツ系な格好したおじいちゃんが立っていたのですな。要望はそうだなぁ、狭間カンピーに少々いい男前成分を入れて、あと30歳くらい老けさせて、短い白髪の口やぼひげ生やした感じかなぁ。ってかなりわかりづらいと思いますが、すんません。でね。まあそんなじいさまがモッツ系、非毛菌類な格好をしてるだけでも結構異様なものがあるのですが、さらに奇妙な感じだったのが、丸1車道の真ん中にすっと立っている。丸2じーと彼方の一点を見つめて視線を動かさない。丸3人通りの多い時間なのに私以外誰も気づいていないように見える。という感じだったのです。1は確かに商店街なので車道も頻繁に人が渡ったりするけど、ピタッとその場に立ち止まっている人というのはまず見ない。しかもちっとジョジョ立ちっぽいポーズだし。丸2は、全然視点姿勢を変えずにずっと道の先を見つめてた。そこに何があるのかはよくわからないし、目線の先を追うのはなんとなくはばかられた次第。丸3はまあ、他の人も異様なものを感じてあえて意識をそっちに振らない態度をとっていた、とも考えられるけど、でも誰も会って気づいた感すらも、全然なかったんだよな。あと、ボケてたおじいさんの可能性もなきにしもあらずですが、異常にビシッと決めた格好をしてる点を除けば、あんまりそうは見えませんでした。追伸。で、どこが死神なんとお思いかもしれませぬが、ともかくその時はそう思ったのです。説明下手なくせして長文ごめんなさい。私は全然霊感とかそういうのないけどな。で、ともかくその時は根拠なく、死神だと思ってしまい、私死ぬのかしら、嫌でも目合わせたりしてないし、てかやつ全然あさっての方角じーっと見てたし、とか悩んでみたりもしてみました。2日間ほど。とりあえず俺健在。おめでとう俺。今話題のちょい悪死神か。死神かどうかはわかんないけど、得体の知れない奴は見たことがある。2年前だか3年前だか、友達2人と夜中のコンビニに出かけて、帰る途中に後ろに真っ白なパーカーを着てる人がいるなぁと思ってた。友達と話しててそっちにはあまり気を払ってなかったんだけど、気がついたらすぐそばまで来てた。手を伸ばせば手が届くぐらいまで。びっくりするぐらい、上から下まで真っ白な服装だった。パーカー、ズボンジャージだったかも、スニーカーまで真っ白。フードをかぶってて、顔はあまり見えなかった。街灯の明かりで、パーカーの影になってる鼻の下ぐらいから、真っ青な顔が見えて、ぞっとして、3人とも絶叫しながら力の限り走って逃げた。
不良とかに絡まれる感じの暴力的にヤバい感じじゃなくて、ああいう感じのヤバい感じは、あの時が初めて。黒いって話なら何度も聞いたけど、白ってのは初耳ですぜ。真っ青、怖。前レスにもあったけど、友達が霊感強い人で、黒いオーラ持ってる人は、まあ、遠からずピヌと、死神っていうか、その人の生命力の色なんでしょうね。死神に会える方法は、GP しようとしてる人を止める。だったはず。拙者は3から4歳の頃は、原因不明の病気にかかりまくり、1年の3分の2の期間は入院してござった。突然の高熱や出血、発疹のためそして、ある程度すると病院側がそんな拙者になれたため、拙者の扱いは時が経つとともにアバウトになっていったでござるわら。ある時などは小児病棟に空きがなく、老人病棟に入れられたりしたこともある。ある時も例外なく、入院レベルに体調を崩した拙者だったが、この時も小児病棟に空きはなかった。で、婦人科病棟に入れられたのでござる。陰鬱とした雰囲気の婦人科病棟にとって、ちびっこの拙者はアイドル同然。あちこちのお座敷、いや病室からお呼びがかかり、各部屋の妙齢の女性から、ご婦人までが拙者を、可愛がりまくりでござった。入院している自分への見舞いの品、菓子や果物等を与えられまくりで、拙者数日で激太りする始末。役得、と当時の拙者が思っていたか、どうかはわからないが、そんな幸福なある日、ある女性が入院してきたでござる。この女性なんていうか、拙者が嫌いみたい。拙者を平然と罵り、睨みつける。それがひそやかに行われるのではなく公然と行われるので、当時の話題はもっぱら、病棟のアイドルソピーヌエモンをいじめる嫌な女で持ちきりでござった。今思うとこの女性、不治の病、多分癌の末期当時は癌なんて言葉自体日常的ではなかったを告知され、少し精神に異常をきたしていたんだと思うでござる。トイレや治療のための部屋移動の際も、拙者への罵声は容赦なく、それは恐ろしかった。ところがある日から、彼女に罵倒されるたび、拙者のお部屋へと謝罪に現れるおばさんがいた。そのおばさんのことは、はじめ他の入院患者だと思い、拙者を慰めに来ているのだと思っていた。あっちこっちのお部屋に、お呼びがかかっていっても、このおばさんには出会えないのでござる。ある時、また容赦なく彼女に罵倒され泣きべそをかく拙者の元へとやってきたこのおばさんに、おばさんは看護婦さんと聞いたことがござったが、違うよと答えた。では一体、今でこそ、拙者はこうして色々な表現を駆使して、語ることができる拙者でござるが、当時はまだ何かを感じても、それをうまく噛み砕いて理解する能力には乏しかった。しかし、あのおばさんは、母親のようないい匂いがしたのでござる。拙者には当然母親がいたが、まるでそんな雰囲気でござった。幼いなりに、ウルトラの母って、きっとこんなに優しくて、いい匂いがするのかななどと思ったりしたでござる。嫌な彼女にヒステリックに罵られることも、さほど苦痛ではなくなったでござる。ある日、その嫌な彼女は死んだ。そして、あのおばさんも二度と現れなかった。あのおばさんの話は、誰にしても分かってくれなかった。病院の誰も、あのおばさんを見ていないのでござる。拙者は直感した。このおばさんは死神だと。末期の彼女の時期に合わせて現れ、彼女のそばにいたんだと。死神といえば地獄からの使者という、ダークなイメージがあるが、拙者にとっての死神は、優しいぬくもりと母親のような匂いでござった。あの嫌な彼女も、あのぬくもりといい匂いに包まれて、安心して天へ旅立ったことだろう。この入院を境に、拙者が原因不明の病気で入院することはなくなったのでござる。ちょっといい話じゃないか。死神だと直感できるのがすごいね。普通だと、その嫌な彼女の身内の霊だと考えそうだけど、例えば、彼女の死んだお母さんとかおばあちゃんとか、ご先祖様が迎えに来てたとか、まあその彼女が、もうすぐ亡くなるから、迎えに来ていたことには変わりないけど、それが死神なのか、彼女と縁の深い魂なのか、どこに違いがあるんだろう。俺の田舎に死神の墓と呼ばれる場所があった。すごい広い牧草地の、真ん中に四角のコンクリートで、蓋をしてある変な場所だった。夏休みに田舎に帰った時に、たまにタコ揚げなんかで遊びに行ってた。いとこなんかは怖がって全く近づかなくて、都会っ子の俺はそれを面白がってた。ある正月、弟とそこでタコ揚げしていたら、四角のコンクリートを一生懸命、開けようとする男の人がいた。なんかすごく怖くなって弟と一緒に逃げた。帰って大人に話したら、誰にも言うなと言われて余計怖くなった。次の日もう一度見に行ったら、コンクリートは少しずれてて、中は空洞だった。怖すぎたのであまりちゃんと、中まで確認していない。未だに死神の墓と呼ばれた場所は、あると思う。近所の人は、中を見てきてほしい。群馬県の東村の沼の、すぐ近くだったと思う。住所よくわからんくてすまん。
今思うとあれも死神なのか、俺のおばさんが末期癌で、そろそろやばいような内容の電話があって、病院に行った時、何気なく、というかなんか寒気がして病院の玄関から、おばさんの病室の方見たら、黒い雲の塊みたいなのが、窓から出ていくのが見えて、嫌な気がして、急いで病室行ったら、今まさに亡くなったとこだと言われた。モマイラ、音楽家モーツァルトの話知ってるか？彼が一人で小屋にこもって作曲してた時に、真っ黒なコート着た礼儀正しい男が訪ねてきて、レクイエムの作曲を大量の前金と共に頼まれたそうだ。で、曲作って死んだと。ところが後日の調査で、知人の誰一人その男に、覚えも心当たりがなかったんだとよ。当然誰も作曲も頼んでないらしい。あれは天才を迎えに来た、死神だと思うのは俺だけか？アマデウスにそんなシーンあったね。映画だとサリエリの策略だったんだっけ？レクイエムって当たりがいいよな、なんか死神っぽいそれとなく式を伝えてる感じがする。シャレコアで読んだ話。死神とは違うがこんな話。要約のつもりだが違うかもしれん。そいつのばあさんはもう気にそうで、やばかったらしいんだけど、安心し、ちゃんとあいつも連れて行くけんみたいなことを言ったらしい。そのあいつというのは主人公のおばなんだけどもそりゃもうひどい人らしい。酒に博打に借金まみれで、ばあさんや本家の人々には、かなり迷惑をかけていたらしい。で、結局ばあさんはしぼんぬ。そしたら本当におばもしぼんぬ。みたいな話。死神、ってよりは音量的な話。どうなんだろ？一般的な死神っていうのは、規則、命令に従って魂を迎えに来たり、狩りに来るわけだが、死神の上って何？その話聞いたことある。助かるなぁと思った。死神の上は、やっぱ神様なんじゃね？俗に言う引っ張るね。うちのばあちゃんが生前に言ってたよ。高下駄を履いて、山伏みたいな黒い服を着たのが、迎えに来たって。何か夢に死神っぽいのが。夢と死神って何か結びつきがあんのかな？死は眠りの兄弟だぞ。ずんだもんです。気になって死神と夢の関係を調べてみました。ウィキペディア様より、タナトスはギリシア神話に登場する始祖のものを神格化した神、眠りの神フプノスと双子の兄弟である。双子の兄弟なら関連はあっても不思議ではないですね。それでは続きをどうぞ。祖母の生前の話。夜中に鎌を持った死神が来て間違えた、と言って前の家に入っていったらしい。翌朝、前のうちの人が死んだと。ちなみに私の母もオカルトパワーがある。うっかり者の死神さんが嫌に多いな。そんなんでちゃんと魂の管理できてんのかね。池田貴族、知ってる？一応人命ね、のバンド時代のストリートライブの写真に、死神が写ってたってのなかった？結局本人は若くして眼かなんかで、行っちゃったみたいだが。確かに、池田貴族のライブ写真に、何か写ってるって、一時に騒ぎになったことあったな。何かの本で読んだことあるんだけど、田舎のばあ様が亡くなった時元気に、返事をして亡くなったらしい。みんなから慕われる、優しいばあ様だったらしく、その日も、いつもと変わらず家族に囲まれて飯食ったらしい。飯後に家族は、片付けやら出かける準備で、ばあ様が一瞬一人になったその時、台所にいた家族がばあ様の、はーい、という声を聞いた。やたら元気にはーい、なんていうもんだから、誰に返事してるんだと思って、家族がばあ様のところに行ったら、満面の笑みで壁にもたれて息絶えてたらしい。友達が入院してた時の話。夜中にふと目覚めると、光るわら人形が宙に浮いていた。というか空中を歩いていたらしい。壁のところで立ち止まり、隣の病室に向かいペコリとお辞儀をした。翌日、隣部屋の人が亡くなったそうだ。最近気になることがあって、検索したらここにたどり着きました。数年前夢の中で、隣の家の玄関に、タロットカードから抜け出してきたって感じの、死神が座っているのを見たのですが、数日後に、隣のおばあちゃんが亡くなりました。それからまたしばらくして、夢で同じ死神を見ました。しばらくして、隣のおじいちゃんが亡くなりました。そして最近、私のそばにいるようです。特に辛いこともないのですが、GP 願望が日に日に増して、今日は部屋の、片付けまでしてしまいました。片付けることなんてめったにしない私が、明日、ベッドも捨てようと思い、朝業者を呼ぶつもりです。以前から精神科にかかっているのですが、薬を飲んでも、気分が美に対して前向きなんです。さっき、思い切って母に相談したら、吐き気が止まらなくて、一瞬意識が飛びました。今は落ち着いているのですが何でしょうか私ついに壊れたのかなって思ってます。似たような経験したことある方いないですか？真剣に悩んでます。長々とすみません。このスレの情報では、死神は紳士で礼儀正しく、頼み事を断れない方のようなので、今はピぬつもりはないので、帰ってください、とお願いすれば、素直に帰ってくれると思うよ。ピにたい気持ち、すみません、あるんです。
ただ意味はないのですが、昨日お風呂で気を失って母に発見され、お湯をかけてもらったら、水風呂にいたようです。口から白い物体が、2つ出ていくのが見えました。不思議なことばかりです。もういないのかも。すれありがとうございました。釣りじゃないとして、多少霊感あり。意味なく死にたい。白い物体目撃。このステップなら、早くお祓いに行きなよ。まだ自我というか、客観性はあるうちにさ。霊感はあります。そしてよく疲れます。たまには、自力で取っ払いたいんですけどね。母が心配してるので、強制的にお祓いは連れて行かれると思います。そうか、霊感ありね。ならばお祓い決定。異常を感じられてるうちに、処置するべきでしょうね。専門的なことはわかりませんが、気を強く持ち、染められないように頑張ってください。横からすいません。薬の副作用も視野に入れておいてくださいね。私にも霊感ありますけど、何もかもが霊のせいでもありませんし。お祓いもいいですが、決して怪しいところには、行かないでくださいね。皆さんレスありがとうございます。最近、処方されている薬が変わって、めまい、吐き気がするんです。明日まず病院に行こうと思います。お祓いは専門で、いつも見てもらってる方がいます。その方はかなり年を取って、もういつまで見てもらえるかわからないのですが、ただ絶対にお金を取らないのです。生年月日、住所を伝えるだけで、その人がどんな人なのか、そしてどんな霊に疲れているのが、わかる素晴らしい人です。また症状が変わらないのであれば、お祓いにも行きます。ここの方たちはとても親切で、本当に嬉しいです。死神は自分が想像してるものがそのまま見えるらしい、って友達が言ってた。じゃあ、私には可愛く見えるんだな。じゃあ俺にはキョピーで金髪の死神が見えるのか。俺の親父の母方の家系は、なぜだかピヌ前の人間の匂いがわかる。帰省中に親父の実家に来た人が帰っての親子の会話。なんか突然あの人臭くなったな。確かにな腐ったような匂いだったな。ほんと、あの匂いは耐えられん。準備していた方がいいんじゃないのか？そうするか。それから、1ヶ月後ぐらいにその人は急性肺炎でピンだ。俺にも最近、その能力が出てきたようで本当に怖い。友人の家に行った時に、親父の言う、腐ったような匂いが、友人の父から匂ってきた。そのおじさんは、前は臭くなかった。しばらくして、おじさんが脳卒中で急性した。この力、なくす方法誰か知らないか？イネピー順次が言うには、死神の匂い、らしいんだが。普通に鼻の感度が良いのかもしれん。化粧品会社の香水の研究してる人の中には、微妙な匂いの差を嗅ぎ分ける、スペシャリストがいるらしいけど、その人たちは自分の前にいる人が、朝何を食ったか、さらにはもうすぐピル抜人からはピシューを嗅ぎ分けるらしい。そういえば、うちの親父の鼻は異常なほど効く。昔読んだ雑誌に、外国の事故が頻発する現場で、事故車の傍らに、タロットカードのような、死神が立っている写真が、掲載されてた。タロットカード作った人って、死神見たことあるのかな？死神じゃない、と思うけど、祖母が亡くなる直前、祖母が入院してる病院の入り口に、戦争で亡くなった祖父が、おめかしして立ってるのを、親戚が見たらしい。祖父は祖母を、迎えに来たんだろうってことで、久しぶりの再会を、少しでも綺麗な格好で迎えさせてあげないと、と祖母がとても気に入っていた、桜色の着物を死での衣にしてもらった。死ぬ時死神が迎えに来る人と、近しい人が迎えに来る人の差ってなんだろう？おめかしって、軍服か？世代的に紋付き袴かモーニングだろう。着物と羽織を着て、懐中時計を見ていたらしい。待ちくたびれて、イライラした様子だったって言ってた。祖母は2度心臓が止まって、その度延命処置したんだけど、もしかしたら祖父はその間ずっと、待ってたのかもしれないね。祖母の死後、父の夢に祖父と祖母が現れたらしい。二人ととも20代前半くらいの外見になってて、父は、最初誰かわからなかった、と言ってた。とりあえず俺は、死神を見たことはないが、このスレを読んで、お迎えが来た時に、後悔なんてないくらいに、一生懸命生きようと思ったよ。とりあえずずるしないで、しぶとく生きて、最後は真摯な死神に、礼儀正しく、お別れの時間だ、と告げられるんなら、なんかそれ想像するだけでも、人生楽しくなりそうだな。とりあえずずるしないで、しぶとく生きて、私も最後までそうやって生きたかったな。いかがだったでしょうか？体験談がたくさん書き込まれていましたが、意外と怖い死神っていないのかもしれませんね。見え方も人それぞれで、でも見ただけで死神だとわかるっていう不思議な存在ですね。私のところにはどんな死神が来てくれるのでしょうか？怖い死神でも来てくれるだけで、私はありがたいですよ。一人で行かなくてもいいのだから。
ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。